この章では SNS に投稿されている音楽に合わせた短めの動画をイメージした作例を作っていきます。マスクと呼ばれる機能を使って画面の一部を選択して、その部分にだけ編集の効果を適用したり、エフェクトのパラメーターにキーフレームを設定して映像表現を自分の手で細かく設定していきます。まずはリミックスでオーディオの長さを調整していきましょう。今回は音楽のリズムに合わせて動画を作成していきます。まずはリミックスで使いたい音楽の長さを調整してみましょう。リミックスを行いたいオーディオクリップを選択しておきます。リミックスはタイムラインに配置しているクリップの状態によって結果が変わります。今回は一つのクリップ全体を使用したいのでカットせずにそのまま利用します。一般的には複数の曲を合わせて新たな曲を生み出すことをリミックスと言いますが、ここではプレミアプロの AI によってオーディオクリップを指定した長さに合わせて調整してくれる機能を指します。今回はこのツールパネルのリップルツールのところを長押しして、ここにあるリミックスツールをクリックします。再生ヘッドを15秒のところに移動しておき、これを目印として音楽のクリップの後ろの方をドラッグしておきます。するとクリップの分析が始まり、分析が終わるとドラッグした位置に近い長さにリミックスされます。リミックスを実行すると自動的にエッセンシャルサウンドパネルが開きます。このミュージックのデュレーションからリミックスのデュレーションでリミックスの実行結果を確認することができます。デフォルトの設定ではプラスマイナス5秒の長さの範囲でリミックスされます。今回は15秒のところでドラッグしたため、ターゲットデュレーションでは15秒と表示されておりますが、実際にリミックスした結果のリミックスデュレーションは16秒09という風に表示されています。最後にオーディオクリップ上のフェードハンドルをドラッグしておき、音量が徐々にフェードアウトする表現を作っていきましょう。ここでは15秒から徐々に音量が消失していくようにフェードハンドルをドラッグしていきます。このハンドルは上下にドラッグすることでも音の消え方を調整することができます。続いては被写体のサイズや位置を合わせた別々のクリップを並べる同一ポジションやマッチカットと呼ばれる場面転換などの面白い効果を追加していきましょう。まずはタイムラインにクリップを並べておきます。ここには同一の被写体が映っておりますが、リズムに合わせて切り替わるように長さを調整して配置しておきます。今回はこれらのクリップをプログラムパネル上で確認しながら同一ポジションを作成していきます。各クリップで被写体の大きさがバラバラになっているので、V2 トラックのクリップの被写体の大きさを基準にしておき、残りのクリップを調整していきます。拡大して大きさを合わせるために、音を聞きながら2秒の付近にこのクリップ 4-2 を配置しておきます。そして V2 トラックに配置したこのクリップの先頭に再生ヘッドを移動して合わせておきます。そしたら今度はプログラムパネルのプラスのボタンエディターをクリックして開きます。ここから定規を表示というのをドラッグしてメニューバーに追加して OK を押すことによって、このメニューバーのところに定規のアイコンが追加されます。定規のアイコンをクリックするとプログラムパネル上に定規が出現します。この定規の上をクリックしてプログラムパネル上をドラッグして水色のガイドを表示させておきましょう。縦と横どちらもガイドを表示しておき、縦のガイドと横のガイドを被写体の頭や帽子の端に合わせて編集の目印として利用していきます。細かく合わせたいときはこの定規を活用していくと良いでしょう。そうしたら V2 トラックのクリップを選択してエフェクトコントロールパネルから不透明度を下げて V1 トラックのクリップが透けて見えるようにしておきます。下に配置した一つ目のクリップの方が被写体が小さく映っているので、これは上に配置した大きく映っている方に合わせていきます。スケールや位置を調整してガイドや上に配置したクリップに合わせていきます。被写体の大きさと位置をできるだけ合わせていくことによって、クリップを切り替えた際に同一ポジションのマッチカットを作り出していきます。調整が完了したら、2つ目のクリップの不透明度は 100% に戻しておきましょう。1つ目と2つ目のクリップが完成したところで、続いては2つ目と3つ目のクリップの同一ポジションを作っていきます。3つ目のクリップを挿入しておくと、今度は他の2つのクリップとは違って、被写体が右から左に進んでいる様子が映っています。このクリップを水平方向のエフェクトで反転させていきます。3つ目のクリップを選択しておき、エフェクトパネルから水平反転を適用します。先ほどと同様の手順で、今度は2つ目のクリップと3つ目のクリップの被写体を揃えていきます。ここでは3つ目のクリップの方が被写体が小さくなっていますので、こちらを調整していきましょう。調整するクリップを選択しておき、先ほどと同様に不透明度を下げておくと良いかもしれません。調整するクリップを選択してスケールを上げて被写体の大きさを揃えていきます。さらにクリップが見切れないように位置を動かしていき、できるだけ2つのクリップの被写体が重なるように調整しておきましょう。最後にそれぞれのクリップで表示させたい部分を考えながら、それぞれクリップをカットして削除しておきます。
これで3つのクリップを使った同一ポジションの表現が完成します。再生ヘッドを動かしてみて確認すると、クリップが切り替わる部分でまるで突然背景だけが変わったかのような、そんな表現を作ることができました。このようにパネル上の数値だけではなく、定規やガイドを利用してプログラムモニターを見ながら行う細かな編集が必要となる場合もありますので、効率的に行うためにも補助機能の使い方を押さえておくと良いかもしれません。続いてはマスクを使ったトランジションを作っていきます。先ほど作った3つ目のクリップの映像の中に登場する柱を利用してトランジションの表現を作っていきます。まずこの柱を境にマスクを作成して、柱が通り過ぎた後は別のクリップが表示されるようにしていきます。マスクというのは映像や画像の一部だけを切り抜いたり、効果を特定の範囲にだけ適用したりするための機能です。ということで3つ目のクリップに対してマスクを切っていきたいところですが、この3つ目のクリップは先ほど水平反転のエフェクトを適用しておりました。そのためこのままマスクを作成することができません。ということで3つ目のクリップを選択して右クリックをしておき、メニューからネストをクリックして一度このクリップをネストして別のシーケンスとしておきます。ネストに対してマスクを作成することでエフェクトの影響などを気にせずに設定することができます。ネストには名前を付けることができるので、どのようなクリップの集まりなのかがわかるようにしておくと良いかもしれません。ここでは水平反転と打っておいて、適用されているエフェクトの内容がわかるようにしておきました。これでネストが作成されます。そうしたらいよいよここにマスクを作成していきます。映像に柱が現れる直前のフレームでネストしたクリップをカットしておきます。カットしたクリップを V2 トラックに移動しておきましょう。そうしたらその下の V1 トラックに次の場面のクリップを配置しておきます。これが4つ目のクリップですね。こうすることで V2 トラックのクリップにマスクで表示部分を作成すると、その領域に V1 トラックのクリップの一部が映るようになります。ということで早速作っていきましょう。再生ヘッドを移動しておき、柱が前面に映っているフレームを表示しておきます。また画面表示を小さくしておいて、画面の外の余白が確認できるようにしておきましょう。V2 トラックのカットしたクリップを選択した状態で、エフェクトコントロールパネルから不透明度、ベジェのペンマスクの作成を選択します。プログラムパネル上で画面の外の余白をクリックして頂点を作成していきます。プログラムパネルの余白をクリックする操作を繰り返して画面全体を覆うようにペンツールで囲んでいきます。最初に作成した頂点をもう一度クリックするとマスクが完成します。一度作成したマスクの頂点は選択ツールとかを使ってドラッグすることで再び動かすことができます。そうしたらいよいよトランジションを作成していきましょう。マスクを作成すると不透明度からマスクパスというのが表示されるようになります。アニメーションのオンをクリックしてマスクパスのキーフレームを追加しておきましょう。選択ツールを使って各フレームを見ていきながら柱の領域のところにマスクの位置を合わせていきます。こうすることで柱が通り過ぎると次のクリップの映像が現れるようになります。また今回の映像では柱にピントが合っておりません。そのためエッジのところがぼやけています。ということでこれを活かした表現にしていきましょう。一通りキーフレームを打ち終わったところで今度はマスクの境界のぼかしの値を上げていきます。するとマスクの境界線をぼかして曖昧にすることができるので、自然な形で別のクリップの映像と馴染ませることができます。これで柱が通り過ぎるところまで完成すれば、柱が境界となって次のクリップに切り替わるトランジションが完成します。このようにマスクを利用することで映像の一部分を表示にして別のクリップの映像を映し出すことができます。動画編集においてマスク機能は様々な場所で利用するので、マスクの切り方や馴染ませるための設定方法などをマスターしておくと良いかもしれません。続いてはクリップの再生速度を変更したり、クリップを逆再生にする方法を見ていきます。今回はこのような感じでマッチカットになるようにクリップを挿入しております。そして6つ目のクリップをタイムラインに配置しておきましょう。このクリップでは人物が後ろ向きにゆっくりと歩いている様子を映しております。ということでこの動きを反転させてカメラに向かって歩いていくようにしていきます。逆転させたいクリップを選択しておき、右クリックのメニューから速度デュレーションをクリックして選択します。速度デュレーションダイアログが表示されるので、反転速度のチェックボックスをクリックして有効化します。OK をクリックするとクリップ内のフレームが逆の順番で並び替えられて、再生すると逆再生の表現が設定できます。この速度デュレーションは 100% が基準になっています。例えばこちらを 200% に指定することによって2倍速の早送りを作ることができます。逆に 50% にすると 0.5 倍速のスロー再生の表現を作ることができます。
また直感的にドラッグ&ドロップで速度を変更したい場合は、キーボード R のレート調整ツールを使うことによって、ドラッグ&ドロップで速度を変更することもできます。続いて被写体の肌をきれいに見せる方法を見ていきます。そういったプラグインもありますが、今回はプラグインは使わずに質感をぼかすエフェクトを使ってみましょう。まずは速度を変更したクリップは特定のエフェクトを適用できないことがあります。そのような場合はクリップを一度ネストをしておきます。この6つ目のクリップを選択して右クリックのメニューからネストをクリックして選択します。そしたら続いては VR ノイズ除去を適用していきます。ということで加工したいクリップを選択してエフェクトパネルから VR ノイズ除去をダブルクリックで適用します。この VR ノイズ除去というのはノイズを除去するために画面に滑らかなボケを加えるエフェクトです。エフェクトコントロールパネルの VR ノイズ除去、ノイズレベルを調整していきます。あまりボケを強くすると不自然になるので気をつけましょう。そしてこのままだと全体的にボケが加わってしまうので、マスクを使って効果の範囲を絞っていきます。再生ヘッドをネストの先頭に移動し、VR ノイズ除去から楕円形マスクの作成をクリックして、画面の中に楕円形のエフェクト用マスクを作成します。エフェクトのマスクを設定すると、このマスクの内側の領域にのみエフェクトを適用することができます。被写体の顔の部分がマスク範囲の対象になるように、マスクのシェイプを調整しましょう。また、エフェクトを自然になじませるために、マスクの境界のぼかしを設定します。マスクパスの選択したマスクを順方向にトラックというのをクリックします。すると映像内の動きが解析されて、最初に設定したマスクのシェイプが被写体の動きに合わせて自動的にトラッキングしてくれるようになります。これでクリップ全体を通じてマスク範囲に滑らかなボケが加わって肌を滑らかに見せることができます。これで同一ポジションの動画は完成です。最後に音楽のフェードアウトに合わせて映像もデフォルトトランジションに設定しているクロスディソルブなどを適用しておくと自然に終わることができるかもしれません。ぜひともこれらの基本を使っていろいろと編集をしてみてください。